皆様こんにちは、セリナです。今回は実際に使ってよかった2025年下半期のマイベストコスメをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。下半期は毛穴レスでハイカバーに仕上がるディオールのプレストパウダーや SNS でもかなり話題になったスックの新色15番銀の先、コスメデコルテの新作アイシャドウなど注目アイテムが盛りだくさんでしたよね。今回の動画では使用し続けてみて特にお気に入りになったマイベストコスメをメイクしながらご紹介していきます。ぜひ皆様の下半期のマイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではベースアイテムから順にメイクしながらご紹介していきたいと思います。まずは下地です。こちら。エレガンスモデリングカラーベースイエロー401です。デパコスのカラーコントロール下地の中でも特に人気のエレガンスがリニューアルということで、この下半期かなり注目度の高いアイテムでしたよね。リニューアル前のクリーミーな塗り心地や毛穴用凸をカバーしてフラットな肌に見せてくれるところはそのままに、みずみずしさがアップしてカバー力の高い下地なのに塗りやすいところがものすごく優秀だなと思いました。カラーバリエーションも豊富ですが、イエローの赤みや色ムラをカバーしながら自然にトーンアップしてくれるピンクやパープル、ブルー系のトーンアップとはまた違った良さがものすごくお気に入りです。ではこちら側半分に塗ってみたいと思います。こんな感じで適度なクリーミーさはありますが、とてもみずみずしくて乾燥が気になる時にもスルスル伸び広がってくれます。かなりみずみずしいのにしっかり毛穴用凸を埋めてカバーしてくれるところがものすごく綺麗です。はい、こちら側半分に塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、イエローの自然なトーンアップ感がかなりわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。気になる赤みや色ムラをしっかりカバーしながら肌トーンアップしてくれます。肌の色は大きく変えたくないけれど、自然な明るさが欲しいという方に特におすすめなカラーです。そしてかなりみずみずしい塗り心地ですが、毛穴用凸を自然に埋めてくれる補正力も高いので、クリーミーさとみずみずしさのバランスがものすごくいいなと思います。やりすぎ感のない自然なツヤも出ていて立体的な肌に仕上がります。他のカラーも揃えたくなるような優秀な下地でとてもおすすめです。はい、顔全体に下地を塗ったので、続いてはファンデーションです。ファンデーションはこちら。ディオールプレステージルマイクロフルイドタン SPF30 PA3+2N ニュートラルです。下半期の新作ファンデーションはどれもスキンケアアイテムのようなしっとりさなのにべたつかなかったり、カバー力は高いのにサーダっぽさが残ったりとかなり進化していてお気に入りがたくさんあったのでとても悩みました。特に厚みがなくサーダっぽく仕上がるのにカバー力が高いイヴ・サンローランボーテや肌のパサつきや乾燥、毛穴や凹凸が気になる時にも安心して塗りやすいテクスチャーなのにべたつかなく崩れにも強いランコムなどが使いやすかったですが、その中でも一番のお気に入りになったのがディオールでした。ディオールはたっぷりの水分とスキンケアオイルを閉じ込めた膜を肌に乗せているような感覚で、しっかり潤うのに軽やかで重さがなくて、ナチュラルなのにカバー力があったり、やりすぎ感のないツヤがものすごく綺麗です。そして同じプレステージシリーズの下地と同様に、スキンケア効果はかなり高いのに、皮脂や汗、ベタつきにも強いところもお気に入りポイントです。スキンケアファンデーションを使うと、ベタつきや崩れが気になるという方にもとても使いやすいと思います。では実際に塗っていきます。このファンデーションは膜感が強めなので、まず手に取ったものを肌にのせて、その後に付属のブラシを使ってタップするようになじませていくと、より肌への密着感が高まって綺麗に仕上がります。軽くタップしていくだけでもこんな感じで、下地の時点でも結構カバー力が高かったですが、ファンデーションがしっかり密着して、厚塗り感も出ないのにきちんとカバーしてくれる感じがわかりやすいと思います。このブラシも肌当たりが良くてとても使いやすいです。
気になる部分はファンデーションを付け足してしっかりタップしていくとこんな感じでニキビ跡などもカバーしてくれます。はい、こちら側半分にファンデーションを重ねてみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感や重さは出ていないのにかなりしっかりカバーされている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。みずみずしく軽やかで膜感のあるテクスチャーなので下地とファンデーションがピタッと密着してくれます。ブラシでタップするように重ねていくと毛穴や凹凸も自然にカバーしてくれるのはもちろん、この辺りにあったニキビ跡などもしっかりカバーしてくれるので、自然ながらもハイカバーに仕上げたいという方にかなりおすすめです。顔を動かすと立体的で自然なツヤが出ますが、ギラギラツヤツヤしすぎる感じがしないのも今っぽい肌に仕上げてくれてものすごくいいなと思います。では、ベースメイク最後のアイテム、フェイスパウダーです。フェイスパウダーはこちら。ディオールスキンフォーエバーヌードラディアントフィルター00ルミネセントです。この下半期はディオールのマット、ジバンシーのプレスト、そして資生堂のルースなど、特に毛穴補正力がかなり高いパウダーがたくさん登場しましたよね。どれも補正力が高いのはもちろん、崩れにも強かったり、パウダーの進化もかなり感じられた下半期でした。その中でも特にお気に入りになったのがディオールのツヤタイプで、こちらはパウダーを塗っていないかのような軽やかさとファンデーションの自然なツヤを残してくれるのに、毛穴をきれいにカバーしつつ、汗や皮脂、マスクの摩擦にかなり強いところがものすごく優秀でした。私は下地やファンデーションにハイカバーのアイテムを使った時は、フェイスパウダーはなるべく軽やかで粉感がないものを組み合わせることが多いので、全く粉っぽさを感じさせないのに崩れをしっかりブロックしてくれるところがとても理想的なパウダーです。今までに試したフェイスパウダーの中でもかなり上位に入るほどのお気に入りアイテムになりました。では実際に塗ってみたいと思います。ディオールにはブラシやパフなどはセットになっていないので、今回はローラメルシエのフェイスパウダーブラシを使って塗ってみたいと思います。ブラシに軽く取って、ベースラインから顔の中心に向かってまずは置くようにのせた後、軽く磨いてなじませていきます。結構たっぷりの量を重ねていますが、こんな感じでファンデーションのツヤが消えなくてとても自然ですよね。はい、こちら側半分に塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、ファンデーションの余分な油分っぽさは抑えられていますが、きちんと顔の中心のツヤ感などがしっかり残っているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。今回も結構たっぷりの量を乗せてみましたが、重ねても重ねても粉っぽさや厚みが出なくて自然な透け感を保ってくれるのに、毛穴や凹凸は自然にカバーしてくれるところがとても綺麗です。厚塗り感や粉っぽさを出したくないけれど、しっかり肌をサラサラにしてくれるパウダーをお探しの方にかなりおすすめです。今期のディオールのベースアイテムはまた大きく進化したなと感じました。はい、こんな感じでベースメイクまで完成しました。続いてポイントメイクをご紹介していきます。まずはアイシャドウです。イヴ・サンローランボーテフチュールミニクラッチ730サンライズサファリです。下半期はスックの15番リンノソキやコスメデコルテ、そしてルイ・ヴィトンなどアイシャドウも話題のアイテムがたくさんありましたよね。それぞれに良さがあってどれも優秀ですが、私はサンローランの新色の青みに寄りすぎない自然に取り入れられるピンクパレットがものすごくお気に入りになりました。私はグリッターのような大粒ラメや発色のいいアイシャドウが大好きなので、もともとイヴ・サンローランボーテのクチュールミニクラッチはお気に入りカラーが多いですが、絶妙な温かみとベーシックなカラーとトレンドのピンクカラーが一緒になっているパレットはなかなか珍しいので、ピンクメイク初挑戦の方や大人っぽくさりげなくピンクを使いたいという方にものすごくおすすめです。ではパレット全色を使ってメイクを仕上げていきます。まず右下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは青みの強いクリアで明るいピンクカラーです。でも今っぽい色味で透明感がしっかり出てくれます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こちらは黄身がかなり強い落ち着いたブラウンに近いニュアンスのピンクカラーです。
こういった温かみがあって落ち着いたニュアンスのピンクカラーはなかなか珍しいので、このカラーがものすごく使いやすくて特にお気に入りです。続いて右上のカラーを付属のチップに取ってスマブタ全体にのせていきます。こちらはマットの質感で明るい青み寄りのピンクです。最後に左上のカラーを指に取ってワーマーブタの黒目の中心にのせていきます。サンローランはこのグリッターのような大粒ラメがとても可愛いです。黄身にも青みにも寄りすぎないラメカラーなので全体のバランスが取りやすいです。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。今回はピンクカラーをメインにしっかり発色させてみましたが、それでもこのくらい大人っぽさが残ってくれて、甘くならないけれどしっかりピンクの可愛らしさや透明感を楽しめるところがものすごく素敵です。黄身と青みのバランスがいいピンクアイシャドウをお探しの方や、大粒のラメカラーがお好きな方にとてもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いてはチークです。こちら、アディクションザ・ブラッシュマット 013M ローズスウェードです。チークも人気のスクに新色が登場したり、ディオールカラースティックタイプが登場したりなど、注目アイテムがたくさんありましたが、アディクションの新色の上品なくすみローズカラーが万能で、どんなメイクにも組み合わせやすいところや、毛穴や凹凸をきれいに見せてくれるマット質感がものすごく使いやすかったです。発色も強すぎなくて調整できるので、一つ持っておくとかなり便利なチークなんじゃないかなと思います。ブラシを使って軽くのせるとこんな感じで、ふんわり柔らかい色付きですが、しっかり血色が乗ったのがわかりやすいと思います。この主張しすぎない質感と発色がすごく使いやすいです。はい、両方の方にチークを塗ってみました。近くで見るとこんな感じです。なんとかしっかり塗り重ねても毛穴にチークが溜まることがなく、発色の調整もとてもしやすいです。チークを塗ると毛穴が目立つのが気になるという方や、色味の調整が苦手という方にとてもおすすめです。ふんわり柔らかく色づいてくれるタイプなので、いつもよりも少し広い範囲にのせるとより可愛く仕上がります。それでは最後、リップを塗って仕上げていきたいと思います。リップはこちら。エレガンスクラルテルージュビジュ11番です。下半期の新作リップはトム・フォードビューティーやジバンシーからトレンド感あふれるマット質感や発売以来欠品続きでかなり話題になっているディオールの落ちないリップなどかなり優秀なアイテムがたくさん揃いましたよね。個人的にはジバンシーの直接唇の上にのせても指でポンポンぼかし塗りをした時のような抜け感のある仕上がりもものすごく可愛くてお気に入りですが、たまたま発売日にいつも愛用しているエレガンスの眉マスカラを購入しにカウンターに行ったところ、新色として BA さんにお勧めしていただいたこちらのリップがものすごく可愛くて、購入してからまだ数日しか経っていませんが、かなりお気に入りになりました。こちらのリップはむっちりしたツヤツヤな仕上がりと高発色なところがとても可愛いのと、時間が経ってもツヤと色持ちを維持してくれるところもものすごく優秀です。早速唇につけてみたいと思います。かなり発色がいいので、少量ずつ指でぼかしながら塗っていくのがおすすめです。唇の上にのせるとこんな感じです。少量ずつを調整しながら塗っても、このくらいのツヤ感と発色の良さを楽しめます。グロスを塗った後のようなぷっくりした滑らかな唇に仕上がります。このカラーは公式サイトだとテラコッタオレンジと記載されていますが、実際に唇の上にのせると少し黄身ニュアンスのレッドピンクといった感じに発色して、オレンジに寄りすぎないところもすごく絶妙で可愛いなと思います。ピンク系のメイクの仕上げに程よく血色感をプラスしたい時にかなりおすすめです。ツヤリップ好きの方にはぜひチェックしていただきたいアイテムです。はい、ではこんな感じで2025年下半期マイベストコスメを使ったメイクが完成しました。最近のトレンドカラーでもあるピンクを大人っぽく似合わせるためにポイントで黄身を入れたり、くすみ感やローズニュアンスをプラスするところがお気に入りです。ベースメイクもしっかりカバーするけれどきちんとツヤが残っていて、高いカバー力と透明感を同時に引き出してくれるアイテムを組み合わせています。ぜひ皆様の2025年下半期マイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントや
チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。